先日、近所の湯沢屋に行ってきました。ビーズ売り場が年々縮小されてしまい、購入できるものも限られてしまったのは残念なんですが、そんな湯沢屋で調達できる材料だけを使って、涼しげなアクセサリーを作ります。こんにちは、はるです。今回はシードビーズで作るクラゲ風ピアスの作り方をご紹介します。シードビーズとは、丸小ビーズ、丸大ビーズ、竹ビーズなどの総称で、安価でどこでも手に入りやすいビーズのことです。それらを使ってこの夏にぴったりなクラゲモチーフのピアスを作ります。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。丸小ビーズクリア102個、丸小ビーズシルバー76個、丸大ビーズクリア18個、竹ビーズ2部シルバー8個、テグス2号60センチを2本、T ピン 0.7×45 ミリシルバー6本、Q ピンシルバー2本、丸カン 0.8×5 ミリ4個、フック型ピアス金具2個。まずはクラゲの頭から作ります。わかりやすいように丸大ビーズを使って説明します。まずテグスに丸小ビーズシルバーを5個通して、一番端のビーズで左右のテグスを交差させます。次は右のテグスにシルバーを4つ通して、新たなシルバー1つで交差します。今度は左のテグスで隣のビーズを1つ拾って、右のテグスにシルバーを3つ通して、新たなシルバー1つで交差します。これをあと2回繰り返します。次は左のテグスで隣のビーズとさらにその左上にあるビーズを拾って、右のテグスにシルバーを2つ通して、新たなシルバー1つで交差します。これで1段目ができました。中心にビーズ5個の輪、その周りにビーズ6個の輪が5個できていれば OK です。2段目は少し複雑なのでよく見ていてくださいね。
まず左の手ぐすで隣のビーズを一つ拾います。そして右の手ぐすに丸小ビーズクリアを3つ通して、新たなクリア1つで左右の手ぐすを交差させます。わかりやすいようにビーズの色を変えて作っていますよ。これでビーズ6個の輪が1つできました。次は左の手ぐすで隣のビーズを1つ拾います。右の手ぐすにクリアを2つ通して、新たなクリア1つで左右の手ぐすを交差させます。これでビーズ5個の輪が1つできました。今度は左の手ぐすで隣のビーズを2つ拾います。右の手ぐすにクリアを2つ通して、新たなクリア1つで左右の手ぐすを交差させます。これで2つ目のビーズ6個の輪ができました。左の手ぐすで隣のビーズを1つ拾って、右の手ぐすにクリアを2つ通して、新たなクリア1つで交差します。これでビーズ6個の輪とビーズ5個の輪が交互に出来上がりました。気づいた方もいらっしゃると思いますが、左の手ぐすでビーズを1つ拾ったときはビーズ5個の輪、左の手ぐすでビーズを2つ拾ったときはビーズ6個の輪を作っているんです。これを交互に繰り返していきます。それを踏まえると次はどうなりますか？左の手ぐすで隣のビーズを2つ拾って、右の手ぐすにクリアを2つ通して、新たなクリア1つで交差します。ここはビーズ6個の輪ができるということになりますね。このような要領でビーズ5個の輪をあと2個、ビーズ6個の輪もあと2個作っていきます。
次は左のテグスで隣のビーズを1つと、さらにその左上にあるクリアを1つ拾って、新たなクリア2つで交差します。これで2段目ができました。ビーズ5個の輪が5個。ビーズ6個の輪も5個交互にできていれば OK です。次はこの外側に2つずつあるビーズをすべて片方のテグスで拾っていきます。テグスを2回結びます。余ったテグスをビーズ4つくらいに通してからテグスをカットします。これでクラゲの頭が出来上がりました。すべて丸小ビーズで作るとこのようになります。次は触手を作ります。まず T ピンに丸小ビーズクリアを20個通します。ビーズの際のところでピン先を直角に曲げます。曲げたところから7ミリぐらいのところをニッパーでカットします。カットしたピンが飛ばないように、このようにビーズマットに押し付けて切るようにするといいですよ。丸やっとこでピン先を丸めます。
ペンなどを使ってピンにカーブをつけます。丸めたピン先の向きを調整します。こうして見たときにピンが一直線になるのがベストです。次は新たな T ピンに丸小ビーズシルバーを4つ、竹ビーズ4つを交互に通します。そして先ほどと同じ要領でピン先を処理します。これは軽くカーブがつけば OK です。無理やりカーブをつけようとすると竹ビーズが割れてしまうので気をつけてくださいね。今度は T ピンに丸小ビーズシルバーを9個、丸大ビーズクリア9個を交互に通して、先ほどと同じようにピン先を処理してカーブをつけます。この3本のピンを丸カンでまとめます。丸カンを開いて、どういう順番でもいいのですが、竹ビーズのものが真ん中に来るとバランスがいいと思います。この時3本のピンがねじり合わさっているように見えるのが理想です。なのでピンの向きに注意しながら通してみてください。そして丸カンを閉じます。次は9ピンの輪っかを開いて、先ほどピンをまとめた丸カンを通して輪っかを閉じます。そのピンをクラゲの頭の下から通して真上に出します。ピンに丸小ビーズクリアを1つ通します。ピンの根元から 1.5 センチぐらいのところをニッパーでカットします。ピン先を丸ヤットコを使って二重に丸めます。丸カンを開いて、先ほど丸めたピンを通して、さらにピアス金具を通して丸カンを閉じます。
これと同じものをもう一つ作ったら、シードビーズで作るクラゲ風ピアスの完成です。どうでしょう？ちょっと難しく感じたかもしれませんね。頭の部分は構造が分かってしまえば意外とスイスイ作れるようになりますよ。クラゲの大きさは約4センチくらいです。つけてみるとこんな感じです。さりげなく揺れるクラゲがなんともユニークで可愛らしいですよね。透明感と清涼感のある夏につけたいピアスです。ぜひ作ってみてくださいね。